俗人化の王様が入院で大炎上した結果、このシステムは俺にしかわからない。密かに解析して完全文書化してたけど。これは俺が中堅 SIR で経験した俗人化の王様が自滅した話。俺は27歳のシステムエンジニア、中堅 SIR の社内基幹システム保守チームに所属してる。新卒で入社して5年目。それなりにスキルも身について仕事も楽しくなってきた頃だった。うちの会社は従業員300人規模で、主に大手企業のシステム開発をやってる。で、今回の話の主役は俺の先輩 SE35 歳で入社10年目のベテラン。このシステムは俺にしかわからないからな。これが先輩の口癖。先輩は15年前に構築された社内の受発注管理システムを一人で管理してた。そのシステムは会社の中核を担う重要システム。全ての受発注データ、在庫管理、請求処理を一手に担っている。マニュアルなし、コメントなし、ナレッジ共有なし、ソースコードの場所すら誰も知らない状態。完全に俗人化してるシステムだった。俗人化とか最悪じゃん。それでどうなったの？ある日、俺が先輩に提案した。先輩、そろそろマニュアル作ってチームで保守できるようにしませんか？は、お前には無理だよ。このシステムの複雑さをなめるな。でも先輩が急に休んだりしたら誰も対応できないですよ。だから俺は重要なんだよ。会社は俺なしじゃ回らないからな。でもそれって会社にとってリスクですよね。リスクって言うけどさ、俺がいるから問題ないだろ。むしろ俺の価値を高めてるんだよ。完全に俗人化を武器にしてやがる。これは最悪。こういうやっこマジでムカつく。会社のリスクって考えないのかな。自分の保身しか考えてない。しかも先輩の態度はどんどんエスカレートしていった。一致。この資料をまとめといて。俺は重要なシステムの保守があるから、このシステムが止まったら会社が終わるからな。先輩、それ俺の仕事じゃないですよね。細かいことぐちぐち言うなよ。はあ、後輩なんだから先輩の仕事を手伝うのは当然だろ。結局雑務は全部俺に押し付けて、先輩は定時で帰る。これはひどい。で、ある日、俺は改善提案書を作って上司に提出した。課長、受発注システムの俗人化解消について提案があります。おう、どんな内容だ？現状、先輩一人しかシステムを理解していないため、リスクが高すぎます。マニュアル作成とナレッジ共有を進めるべきです。それは確かに課題だな。よし、課長も理解してくれたと思ったんだが。一致。ちょっといいか？はい、なんでしょう。課長に変な提案してるらしいな。お前みたいな若造にはあのシステムの複雑さは理解できないよ。でもリスク管理として必要だと思います。俺が10年かけて管理してきたシステムだぞ。お前には100年早いわ。完全に逆ギレされた。先輩最低。しかもその後、課長から呼び出された。一致。君の提案だが、先輩から聞いたよ。君はまだシステムの理解が足りないんじゃないか。でも俗人化はリスクですよ。先輩は10年の実績がある。今は彼を信頼しよう。完全に先輩の味方だった。これは理不尽すぎる。課長も無能じゃん。結局俺の提案は却下された。でも俺は諦めなかった。いつか先輩がいなくなった時のために準備しておこう。こんなリスクを抱えたままじゃいつか絶対問題が起きる。その時俺が会社を救えるように準備する。一致。偉い。これは期待。こういう準備が大事。その日から俺は密かに動き始めた。深夜、誰もいないオフィスで本番環境のログを解析し始めた。まずはデータベース構造の調査から。受発注システムのテーブルは50以上。しかもテーブル名が TBL001 とか MSTX とか意味不明。カラム名も COLFLD1 とか全く意味がわからない。これはひどすぎる。こんなの保守できないだろ。でも俺は諦めなかった。SQL
ログを解析してどのテーブルがどう使われてるか推測していった。 TBL001 は顧客マスター、 MST-X は商品マスターだと分かった。少しずつ構造が見えてきた。一致すごい。地道な努力。一つ一つテーブルの役割を Excel にまとめていく。カラム名も推測して分かりやすい名前に置き換えていく。次はソースコードの解析。先輩のコードは1ファイル3000行超えのスパゲッティコード。コメントゼロ。関数名もファンク、ワン、ブロック、とか意味不明。しかもグローバル変数だらけ。マジで最悪。でも一つ一つ処理を追っていけば理解できる。毎晩3時間コードを読み解いては処理フローを図にまとめた。受注処理の流れ、在庫チェックのロジック、請求書発行の仕組み、すべてをパワーポイントで図解していった。特に複雑だったのが在庫管理のロジック。複数の倉庫在庫を同時にチェックして最適な出荷元を選ぶ処理。これも一つ一つでバックして動きを確認していった。分かってくると先輩のコードの問題点も見えてきた。無駄な処理が多くパフォーマンスも悪い。でもそれも全てドキュメントに記載した。一致すごい努力家。これは報われてほしい。2ヶ月の解析でドキュメントは100ページを超えた。100ページ。一致の本気度がやばい。データベース設計書、処理フロー図、エラー対応マニュアル、さらに自分の PC にテスト環境も構築した。本番環境のデータをダミー化してテスト用 DB を作成。これで実際にシステムを動かして検証できる。テスト環境で実際に注文を登録してみる。正常に動いた。次にエラーケースも試してみる。在庫不足のケース、データ不整合のケース、エラーメッセージの出方も全て記録した。もちろんこの作業は誰にも言っていない。先輩に知られたらまた妨害されるだけだ。一致。賢い。そんなある日、先輩の態度がさらにエスカレートした。一致。客先に謝罪に行ってきて。何の謝罪ですか？昨日のシステムトラブルだよ。お前の担当だろ。いや、俺の担当じゃないですよ。先輩の受発注システムです。俺は忙しいんだよ。後輩が代わりに行くのは当然だろ。自分のミスを俺に押し付けやがった。これはひどすぎる。先輩、クズすぎる。そしてある日のこと。みんな聞いてくれ。客先から大型の回収案件が来た。受発注システムに新機能を追加してほしいとのことだ。無理ですね。今のスケジュールじゃ対応できません。でも客先は重要な取引先だぞ。じゃあ別料金で追加見積もり出しましょうか。先輩は自分の立場を利用して会社の利益よりも自分の都合を優先してこれは会社にとっても害悪。た。でもいつか必ずチャンスが来る。その時のために俺は準備を続けた。期待が高まる。その日の朝、いつも通りオフィスに出社した。なんだ頭が。先輩大丈夫ですか？先輩が突然倒れた。マジか。救急車。誰か救急車を呼んで。救急車で病院に搬送された先輩。診断結果は急性盲腸。すぐに手術して3週間は入院が必要とのこと。3週間も？これはヤバい展開。一致のチャンス来た。準備してた甲斐があるな。そしてその日の夕方。大変です。受発注システムでエラーが出てます。客先から電話です。注文が二重に登録されてるって。やばい展開。しかも商品の在庫数もおかしくなってます。他の客先からもクレームが。なんだと？誰かこのシステム直せるやついないのか？無理です。このシステムは先輩しかわかりません。先輩に電話してみろ。電話つながりません。入院中で意識朦朧としてるらしくて。くそ。どうすればいいんだ？完全に積んでる。俗人化の恐怖。マニュアルも何もないんです。オフィスは完全にパニック状態。来た。一致の出番。準備してたのが生きるとき。これぞスカッと展開。一致。お前
何かわかるか？イッチさん、お願いします。何か知ってることがあれば。実は3ヶ月前から密かに調べてました。なんだと？やってみます。俺は自分が作ったドキュメントを PC から取り出した。イッチさん、何かドキュメントを持ってる？システムのドキュメントなんて存在しないはずだが。自分で作りました。後で説明します。まずエラーログを確認。データ重複エラー。これはユニーク制約違反。次にソースコードをチェック。注文登録処理。ここだ。見つけた。バリデーション処理が抜けてる。同じ注文番号で二重登録できてしまう状態だった。ここにユニークチェックのコードを追加すれば直せる。俺が作ったドキュメントのエラー対応マニュアルも参考にする。コードを修正してテスト環境で動作確認。大丈夫かな？間に合うのか？頼む。成功してくれ。よし、テスト OK。 やった。本番環境に適用します。修正完了。本当か？確認してくれ。動いてます。エラーが消えました。本当に？注文が正常に処理されてる。一致すげえ。このためにドキュメント作ってたんか。一致すごいじゃないか。客先からも感謝の電話が来てます。マジで一致さんが会社救ったじゃないですか。お前がいなかったら会社が大損害だったぞ。ところでお前どうやって直したんだ？実はこのシステムを3ヶ月かけて解析してました。ドキュメントも作成してあります。なんだと？見せてくれ。これです。俺は100ページ超のドキュメントを課長に見せた。これはデータベース設計書に処理フローズ、エラー対応マニュアルまである。うわ、これ超詳しい。画面のスクリーンショットまで入ってる。これは素晴らしい。一致の準備が完璧すぎる。翌日、緊急で役員会議が開かれた。イッチ君、君が作ったドキュメントを見せてもらった。これは本当に素晴らしい仕事だ。誰にも指示されずに自主的にここまでやったのか。はい、将来必要になると思ったので。素晴らしい先見性だ。これがあればチーム全体でシステムを保守できます。イッチ君のドキュメントを正式に採用する。今後はこれをベースにチーム全体で保守を進めてくれ。イッチ、す努力が報われた。3週間後、先輩が退院して出社してきた。いやあ、みんな俺がいない間大変だったろう。システム問題なく動いてたから。まあいろいろありましたけど、やっぱり俺がいないとダメだよな。ざまあの予感。先輩ちょっといいですか？あ、なんだ、システムトラブルでも起きたのか。いや、確かにトラブルはあったんだが、一致が全て解決してくれた。まあ一致が、一致が君のシステムを完全にドキュメント化してくれたが、100ページ超の詳細な設計書とマニュアルだ。先輩の顔が青ざめていく W。 ザマーカウントダウン開始。そんなあのシステムは複雑で、もう君がいなくても大丈夫だ。でも俺じゃないと細かい仕様が一致のドキュメントに全部書いてある。チーム全体でシステムを保守できる体制になった。今後は俗人化を許さない方針だ。部長も一致さんのドキュメントをすごく評価してました。待ってくれ。俺にはまだ知識がある。その知識も全てドキュメントに記載されている。じゃあ俺は君には別の部署に移動してもらう。総務の雑務担当だ。先輩は完全に存在価値を失った。その後、社内では理不尽化の悪霊として語り継がれることになった。お、これはイッチ君、君をシニアエンジニアに昇進させる。本当ですか？一致大出世。おめでとう。ああ、それと給与も月5万円アップだ。給料もアップ。完璧だ。ありがとうございます。それから君を中心に社内システムの脱独人化プロジェクトを発足させる。今後は君がリーダーとしてチーム全体の技術力を底上げしてほしい。はい、頑張ります。それから3ヶ月後。3ヶ月後が楽しみ。俺は脱族人化プロジェクトのリーダーとして活躍してる。チームメンバーも5人増えて今は10人体制だ。社内システムの順次ドキュメント化を進めてる。一致さん、ここの処理について教えてもらえますか？もちろん、この
ドキュメントを見てください。ここに処理フローとサンプルコードが載ってます。おすごくわかりやすい。ありがとうございます。チーム全体でドキュメント作成を進め、誰でも保守できる体制が整った。理想的な職場環境だ。先からの回収案件もスムーズに対応できるようになり、売上も 20% アップした。会社にも貢献してる。おう、先輩は総務の雑務部署で地味な仕事をしてる。配置が完璧。たまに廊下ですれ違うけど、先輩は俺の目を見ることができない。インドを恐れだね。完全に様。スカッとした。最後まで読んでくれてありがとう。いい話だった。即人化はマジで害悪だから、みんなも気をつけてな。その通り。ナレッジ共有は会社にとっても自分にとっても絶対プラスになる。じゃあな。主オツ、またいい話聞かせて。めっちゃスカッとした。これぞ IT 系スカッと話。一致の努力が報われてよかった。特人化の王様、完全陥落。最高のスカッと話だった。